ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。今回はあまり知られていない海外鉄道の乗車記録をゆっくり実況でお届けする、ゆっくり海外鉄旅シリーズだ。前回はアルメニアの近郊電車に乗車したのよね。今回は、アルメニアの首都エレバンと隣国ジョージアの首都トビリシを結ぶ国際列車に乗車するぜ。コーカサスは情勢が複雑な印象があるけど、アルメニア、ジョージア間は国際列車が走っているのね。ここで、コーカサス界隈の事情について少し解説しておこう。カスピ海と黒海に挟まれたコーカサス地方にはコーカサス三国と呼ばれるアルメニア、ジョージア、アゼルバイジャンの3カ国が存在し、北にはロシア、南にはイラン、東にはトルコが位置する。アルメニア、ジョージア、アゼルバイジャン、ロシアはいずれもかつてのソ連構成国だ。ソ連崩壊直後にアルメニアとアゼルバイジャンはナゴルノカラバフをめぐる全面戦争を経験。ナゴルノカラバフはアルメニア支配下に収まった。2020年には第二次ナゴルノカラバフ戦争が発生しアゼルバイジャンが半分以上の領土を奪還するなど、アルメニアとアゼルバイジャンは現在も戦争状態であり、もちろん国境の行き来はできない。一方、ジョージアとアルメニア、ジョージアとアゼルバイジャンの関係は比較的良好で往来も可能だ。アルメニアとアゼルバイジャンはジョージアを介して行き来できる状態なのね。今回はアルメニアの首都エレバンとジョージアの首都トビリシを結ぶ国際寝台列車に乗車するぜ。行ってみよう。我々がやってきたのは夜のエレバン駅だ。アルメニアの首都エレバンのターミナル駅だぜ。ソ連の建築様式の趣がある駅だね。ホームに入ってみよう。乗り入れている車両もソ連時代のままだ。今入線してきた車両はソ連製の代表的な近郊型車両である ER2 型。中でも、曲線的な前面形状が特徴の初期型だ。塗装は昔ながらの緑色で、ソ連時代から変わっていないように思えるぜ。西側の車両とはまた違ったかっこよさがあるね。時刻表を見るとこの列車はアルメニア第2の都市ギュムリ発エレバン行きの685番列車のようだな。アルメニアでは、ジョージア方面の国際列車の他に近郊列車が何本か運行されている。本数は非常に少なく、幹線であるエレバン、ギュムリ間でも3、4往復しかないぜ。せっかくなので車内の様子も見てみよう。この車両は ER2 系621。1966年にリガ車両製作工場で製造され、ロシアのモスクワ近郊などで運用された後、2010年にアルメニアに譲渡された。座席は木製。3列プラス3列のボックスシートが並んでいるぜ。車内も昔ながらだね。国際列車に話を戻そう。エレバンからは隣国ジョージアの首都トビリシまでの国際列車が運行されている。21時30分にエレバンを出発、翌朝7時50分にトビリシに到着する夜行寝台列車だ。基本的に2日に1回、偶数日に運行されるぜ。毎日列車があるわけではないのね。ただし、6月から9月までの夏季には毎日運行され、運行区間も黒海沿岸のバプミまで延伸されるぜ。アルメニアは内陸国だから黒海沿岸のリゾート地バプミ行きの需要があるのかな。旅客サービスは寝台のみで、2人個室寝台の SV、4人用個室寝台のクペイ、開放寝台のプラッツカルタの3種類がある。今回利用するのは最上級の SV。SV でトビリシまでの料金は18,135ドラム。日本円で4000円程度だ。最も安いプラッツカルタならその半額以下の料金だぜ。国際寝台列車としてはかなりお手頃価格だね。チケットはウプ主の知る限りオンラインで購入できない。エレバン駅の窓口で購入する必要があるぜ。アルメニア国内の列車と異なり、ジョージア方面の国際列車は電気機関車が牽引する客車列車で運行される。ちなみに、アルメニアとジョージアの鉄道網はソ連時代に電化が完了しており、電化率はほぼ 100% だぜ。日本の鉄道の電化率は 67% だから、驚異的な数値だね。今日の列車を担当する機関車は VL10148。この車両は1969年にトビリシ電気機関車工場で製造されたものだ。VL10 型は2車体連接式の電気機関車であり、2000両以上が製造された。旧ソ連圏でよく見られる車両だぜ。続いて客車を見ていこう。赤と青の派手な客車だね。客車は3両編成。ソ連時代に製造されたと思われるかなり古いものだ。他の旧ソ連諸国でも見られる形式だが、赤と青の鮮やかな塗装はアルメニアオリジナルだぜ。アルメニアの国旗から取ったデザインかな。車両の端の窓にはアルメニア語、ロシア語、英語でエレバントビリシと表示されているぜ。そろそろ車内に乗り込もう。ここが今夜の寝床、2人個室寝台だ。床にはカーペットが敷かれており、壁は木目になっている。高級感のあるインテリアだぜ。ベッドはふかふかそうだね。壁には写真や絵画が飾られているぜ。おしゃれだね。個室寝台の乗客には毛布とシーツが配布される。
荷物は寝台の下に収納できるぜ。大きい荷物があっても置き場所に困らないね。車端部には旧ソ連圏の鉄道ではおなじみのサモワールがあるぜ。お湯を沸かす設備だね。気になったのが、化粧板の継ぎ目に貼られた赤いテープ。テープには税関と書かれており、化粧板を剥がして物を隠し、密輸するのを防止する意図があると思われるぜ。国際列車ならではだね。それでは、出発までしばらく待っていよう。21時半、列車は帝国通りエレバン駅を出発した。近郊電車の運行が全て終了した夜のエレバン駅1番線からゆっくりと発進していく。今回乗車中の列車はジョージア、トビリシ行き国際列車。停車駅は、アルマビル、ユムリ、バナゾル、パンバク、シャハリ、サナヒン、アイルムと、ジョージアのサダクロだ。主な停車駅の到着時間は、ユムリ0時10分、アルメニア側国境のアイルム3時45分、ジョージア側国境のサダクロ5時ちょうど、終点のトビリシ旅客駅7時50分だ。出入国審査のため、国境のアルメニア側、ジョージア側でそれぞれ約1時間停車するぜ。国境で列車を乗り換えるのかな？アルメニアの客車がそのままジョージアに乗り入れるので、乗り換えは不要だぜ。客車はすべて寝台車両。前から順に、SV、クペイ、プラッツカルタが1両ずつ連結されている。最後尾のプラッツカルタの車両だけひときわ古い客車だぜ。最後尾の客車は側面のビードが前の2両より多いわね。他の車両の内部も見てみたいところだが、車両間の通り抜けはできないそうだ。参考までに、アルメニアのクペイとプラッツカルタの写真を上げておく。クペイは2段ベッドの4人個室、プラッツカルタは3段ベッドの開放寝台であり、どちらも旧ソ連圏の標準的な設備となっているぜ。今乗っている SV は最上級なだけあってプライバシーが守られているし、設備も充実しているね。ベッドはふかふかだし、今夜は朝まで熟睡できそうだな。残念ながら朝まで寝ることはできない。深夜に国境審査のため起こされることになるぜ。そうか、アルメニアの出国審査とジョージアの入国審査があるのね。国境には3時45分に到着し、通過に2時間弱かかる予定だぜ。結構エグい時間に起こされるのね。そうだな。早めに寝た方がいいな。おやすみ。朝になったわね。列車はすでにジョージア領内に入っている。アルメニア側、ジョージア側ともに国境審査は車内で行われた。夜中に寒い車外に出る必要はなく、パスポート確認と荷物検査のわずかな時間以外はぐっすり眠れたぜ。わざわざ車内まで審査官が来てくれるのはありがたいね。8時5分、列車は約15分遅れてトビリシ旅客駅に到着した。奥のホームに優先系の列車が止まっているね。ジョージア鉄道の中国製特急型電車だな。トビリシ、ポキカン、トビリシ、ズグディディカンなどの優等列車で運用されるぜ。国境で機関車が交代し、ジョージア鉄道の VL10 型が先頭に立っていた。アルメニアと同じ形式の電気機関車だね。向かい側を見ると渋い色合いの客車が停車している。アゼルバイジャン鉄道の事業用車両だ。トビリシにはアゼルバイジャンの首都バクーからの国際列車も乗り入れており、事業用車両も走らせる必要があるのだろう。犬猿の中であるアルメニアとアゼルバイジャンの車両がジョージアで顔を合わせる、珍しい光景に出会えたぜ。国交のない2カ国の車両が同じ駅に乗り入れるとは、なかなかない状況だね。トビリシ駅はジョージア国内のほぼ全ての列車が発着する、コーカサス最大級の駅だ。地下鉄への乗り換えも可能で、駅前は乗り合いバスのターミナルになっているぜ。コンクリート作りの立派な駅だね。ジョージアの鉄道については過去に色々動画を上げているから興味が湧いた人は見てみてほしいぜ。ここで一つ、視聴者に伝えておかなければならない事実がある。2021年夏、アルメニアにロシア製新型客車が導入され、動画で紹介した旧型客車は置き換えられてしまったぜ。そうなの？導入された客車はロシア鉄道とほぼ同じもので、なんと塗装までそっくりだぜ。赤字のロシア鉄道のロゴがない点を除けば、完全にロシアの客車だね。アルメニアの鉄道とロシア鉄道の関係については前回の動画を見てみてほしいぜ。新型客車は冷房や充電設備のほか、なんとシャワーまで備えているそうだ。
ソ連の雰囲気が漂う旧型車両に乗れなくなるのは残念だけど、アルメニア・ジョージア間の鉄道旅はより快適なものになりそうだね。今回のコーカサス鉄道旅はここまで。次回のテーマは未定だが、近々エレバンやトビリシの地下鉄についての動画も作る予定だぜ。ご意見ご感想お待ちしております。チャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。